おはようございます。ケンです。先週のテスラはかなり重要な1週間でした。Q2 の納車台数は48万126台。市場予想を大きく上回りました。日本、ドイツ、台湾、コロンビアなど地域別に見てもテスラの販売の回復を示す材料が複数出ています。普通に考えればこれはかなりポジティブなニュースです。でもテスラ株は売られました。ではなぜ強い数字が出たのに株価は下がったのか、ここを理解する必要があると思います。今回の動画ではこの1週間のテスラニュースを整理しながら、テスラ株がなぜ好材料で売られたのか、そして次に投資家が見るべきポイントはどこなのか、ここを整理していきたいと思います。まず、今週の結論からお話をします。今週のテスラを一言でまとめると、販売の回復は確認された。でも、市場はもう納車台数だけでは満足していない。こういう1週間だったと思います。Q2 の納車台数は間違いなく強い数字でした。48万126台という数字は市場予想を大きく上回りました。これはテスラの EV の販売がまだ強いことを示しています。ただし、今のテスラ株は普通の自動車株ではありません。テスラ株には EV の販売だけではなく FSD、ロボタクシー、オプティマス、エナジー、AI、保険、スーパーチャージャー、こういった未来価値がかなり織り込まれています。だから市場はこう見ています。台数は分かった。では、その台数を利益を守って売れたのか、ロボタクシーは本当に収益化に近づいているのか、FSD は規制と安全性の壁を越えられるのか、エナジーは次の利益の柱になるのか、オプティマスは期待だけではなく現実的に進んでいるのか、今週のテスラ株の動きはこの市場の見方がかなりはっきり出たと思います。まず先週の初めですけれども、株価が動き出します。その直接的な理由は Q2 の納車台数への期待です。欧州、中国、国際市場の販売が予想より強い可能性が出てきました。その結果、複数のアナリストが Q2 の納車台数の予想を引き上げました。そして市場はこう考え始めます。テスラの EV の販売は思ったより悪くないのではないか、もしかすると底打ちしたのではないか、この見通しが株価の最初の火種になりました。さらに同じタイミングで FST のバージョン14ライトのハードウェア3向けの配信、サイバーキャブの行動テスト、そして NHTSA のパワーステアリング調査終了という材料も出ていました。そして7月2日、さらに納車台数への期待が強まります。この日の大きな材料は欧州の6月の販売台数の改善です。6月だけでなく4月、5月、6月と順調に回復しています。これによって市場心理が少し変わりました。これまでの見方は欧州はテスラの弱点でした。でも今回のデータによって市場はもしかすると欧州はそこを打ったのではないかと見始めました。そしてこの流れを受けてテスラ株は一時430ドル台まで上昇しました。ただし、ここで重要なのは、この時点ではまだ Q2 の納車台数は発表されていなかったということになります。つまり、株価はいい数字が出たから上がったわけではないんです。いい数字が出るかもしれないという期待で買われていたわけです。ここは今週の流れを理解する上で非常に重要です。そして7月3日、ついに Q2 の納車台数が発表されました。テスラの Q2 の納車台数は48万126台、モデル3とモデル Y は46万7762台、その他のモデルは1万2364台、生産台数は45万1758台、そしてエネルギーストレージの展開は 13.5 ギガワットアワーでした。これはかなり強い数字です。市場予想がおよそ40万台前後だったことを考えると予想を大きく上回っています。Q1 の弱さを考えてもテスラの EV の販売はしっかりと回復しました。少なくともテスラのコア事業である EV の販売はまだ強い。ここは素直に評価していいと思います。でも株価は急落しました。ここが今週最大のポイントです。普通に考えれば納車台数が市場予想を大きく上回れば
株価は上がってもおかしくありません。でも、テスラ株は売られました。なぜか。理由は大きく2つあります。まず1つ目は発表前に期待でかなり買われていたことです。テスラ株は Q2 の納車台数への上振れ期待で一時430ドル台まで上がっていました。つまり市場はすでに強い数字が出る可能性をある程度織り込んでいました。その状態で実際にいい数字が出た。でもその瞬間に短期筋は利益確定に動いた。これはいわゆる噂で買ってニュースで売るっていう動きです。ただし今回の下落をそれだけで片付けると少し浅いと思います。もっと本質的な理由があるんです。それは市場がもう納車台数だけを見ていないということです。今回の48万126台という数字は間違いなく強いです。でも市場が本当に知りたいのはその48万台をどれだけ利益を守って売ったのかです。もし値引きやプロモーション、在庫処分によって台数を伸ばしたのであれば納車台数は強くても利益率は悪化している可能性があります。つまり投資家が本当に見ているのは何台売ったではなくってどれだけ儲けながら売ったのか。ここなんです。さらに本来であればポジティブに見られてもいい材料もありました。NHTSA がテスラのファントムブレーキに関する調査を終了しました。これはオートパイロットや FST に関する安全性への懸念が一つ後退したという意味でテスラにとってプラス材料です。でも株価はそれをあまり評価しませんでした。なぜか。それは市場が今一番見ているのが安全調査の終了ではなく利益率と期待値だからです。ポジティブニュースがなかったわけではありません。ポジティブニュースがあってもそれを上回るほどの株価の期待値が高かった。これが今週の相場だったと思います。そして7月4日には Q2 の納車48万台の背景が見える地域別の販売のニュースも出ました。特に日本です。テスラは日本で6月に3997台を登録し、月間販売記録を更新しました。前年同月比では 183% の増、Q2 では7034台、2026年上半期では約12,197台となり、2025年通年の販売台数をすでに上回りました。これは日本のテスラ市場にとってかなり大きなニュースです。日本でもテスラの販売が過去最高ペースになってきています。さらにドイツでは6月に7768台を登録し、前年同月比 317.6% の増です。上半期でも大きく伸びました。これは欧州の販売の回復の見方を補強する材料です。台湾では6月に4369台の新車登録で輸入車ブランド首位、コロンビアではモデル Y が4ヶ月連続でベストセラー車両になりました。つまり Q2 の納車の48万台っていうのはただの一時的な数字ではなくって複数の地域で販売が強かったっていうことに支えられています。ここはかなりポジティブです。ただし先ほどの話に戻ります。販売台数が強いことは確認されました。次に問われるのはその販売をどれだけ利益を守って実現できたのかです。今週は納車台数以外にもテスラの中長期戦略に関わるニュースが複数ありましたので簡単に紹介しておきます。まず FST です。欧州ではテスラの監視付きの FST の展開をめぐる規制当局の議論が続いています。アメリカではすでに利用されていますが、欧州では安全性や責任範囲の整理が重要になります。これは日本の FST の解禁を考える上でも無視できません。FST の次の焦点は技術そのものだけではなく、各国の規制がどこまで受け入れられるのか、ここに移っています。日本で FST がどう進むのかを考えるときも、欧州の判断はかなり重要な参考になると思います。次にロボタクシーです。今週はサイバーキャブの行動テストに加えて、マイアミでのロボタクシー展開に関するニュースも出ました。これはテスラがロボタクシーをコンセプトではなく実証段階に進めていることを示しています。次にエナジーです。テスラはアルゼンチンの国営エネルギー企業 YPF と急速充電、蓄電、技術協力に関する協定を進めています。
スーパーチャージャーのニュースもありました。テスラは2026年第2四半期に世界で2700機のスーパーチャージャーを追加しています。一方で、オプティマスについては少し冷静な材料もありました。イーロン・マスクさんは、オプティマスが水面下で大きく進んでいるという一部の楽観論を否定し、生産は最初かなり遅くなる可能性を示しました。これは弱気材料というよりは、過度の期待を調整した発言だと思います。そしてもう一つ、テスラらしいニュースとしては、車両マイクを使った品質改善の話もありました。テスラは生産ライン上で車両を走らせ、車両マイクで異音を検知する仕組みを活用しているようです。これはかなり面白いと思います。普通なら品質管理は人が確認する、専用設備で確認するっていうイメージがあります。でもテスラは車そのものをセンサーとして使い、品質管理にも AI データを活用しています。はい。ということで、今週のテスラをね、最後サクッとまとめてみたいと思いますけれども、今週のテスラは非常に強い納車台数を出しました。でも、株価は売られました。ここが大事です。これから必要になってくるのは、利益率だと僕は思います。そして、ロボタクシーの証拠、FST の規制突破、エネルギーの利益貢献です。そして、オプティマスの現実的な進捗です。つまり、今のテスラ株の分岐点は、納車台数ではなく、Q2 の決算だと思いますけれども、皆さんは今回の Q2 の納車48万台と株価の急落をどう見ましたか？これは短期的な利益確定だと思いますか？それとも市場がテスラに求めるハードルが一段上がったサインだと思いますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。本日は月曜日ですが、昨日ね、テスラのまとめをしていなかったので、今日アンケートの結果見ていきたいと思います。先週の結果ですけれども、テスラ株は先週末は 379.71 ドルで、今週末が 393.45 ドルということで、正解は上がるが正解となっております。では、アンケートの結果を見ていきますけれども、今回は477票いただいております。ありがとうございます。結果ですけれども、上がると答えられた方が一番多くて 59% で、これらの方が正解です。ただ、今週はまさかこんな乱高下になるなんて誰も思っていなかったんじゃないかなって思いますけれども、どうでしょうか。そして次にね、コメントしてくれた方の結果見ていきたいと思います。コメントですが、今回は6名の方が正解です。そして連続正解された方が全員不正解となっているので、この6名の方が1周ということになっております。そしてこのアンケートですが、4週連続正解された方に今は社内で使えるカークリーナープレゼントしています。ぜひ皆さん参加されてみてください。